こんにちは、高弘です。今日は最近の僕の写真について、いつもはハウツー系の動画が多いですが、今日はそういうのではなくて、自分自身の写真について、自分と対話しながらやっていることを、悩んでいることを話してみたいと思います。まず一つ目のプロジェクトは、スローシャッター ICM です。ICM は以前動画に出したので見てくれた人もいると思います。インテンショナルカメラムーブメント。意図的にカメラをブレさせて撮る写真のことで、これが最近のストリートフォト界隈でちょっとしたブームになっています。ブレを楽しむという行為自体は昔からあるのですが、ブレによって何を表現するかという部分が昔とはだいぶ違ってきているように思います。最初の写真はこれ。これはシャッタースピードが1秒です。街で信号待ちをしている人、止まっている人にカメラを向けて、そのままシャッターを切った写真です。1秒なので手ブレしてこんな感じになっていますが、被写体の部分は半分ブレて、半分止まってという形で、卵でいうところの半熟になっています。僕が勝手にそう呼んでるだけなんですけど、この半熟状態が僕は好きなんですよね。片茹で、つまり被写体にピントがバシッと来てるよりも、こっちの半熟の方が鑑賞する際にいろいろ想像を膨らませやすい気がします。あと顔が全部映っているとこのご時世いろいろ問題になるというのも理由の一つにあります。ということで通行人を撮るときはこれぐらいのぼかし加減で匿名性を保ちつつ撮るようにしています。こちらはシャッタースピードが8分の1です。以前動画に出した時にコメントでもっとシャッタースピードを短くしたらってアドバイスをもらい、そこから8分の1前後のシャッタースピードも試しています。歩いてくる通行人の動きに同調させるようにカメラを振ってシャッターを切ります。すると背景が流れてボケる一方、通行人のブレは少なくなります。これもさっき言った半熟の状態です。こんな感じで形が崩れて少し抽象的になるくらいの表現が好きです。ブレの加減は本当に難しくてなかなかうまくコントロールできません。例えばこれだと止まりすぎていて面白くないかなと思います。本当微妙なんですけど分かってもらえますかね。こういうふうに被写体を止めたくはないんですよ。被写体をもっとブレさせたい。こっちはまず。ただやっぱりもう一つ何か足りないなという気もします。具体的に何が足りないかはちゃんと言語化できていません。この辺はまだ数が足りていないですね。まだ手探りの状態。でもつかめそうでもうちょっとという段階が一番楽しい時期でもあったりします。昼間のモノクロでも試しました。この2枚はあまりいい結果とは言えないです。モノクロだともっと大胆なコントラストが必要になりそうです。次はカラーに戻りました。かなり至近距離でのショット。シャッタースピードは8分の1。カメラは振らずにただシャッターを押しました。全体的にはブレていますが、背景はシンプルなのでそこまで背景のブレを感じることはないと思います。パッと目が行くのは通行人の顔。スローシャッターによりぐにゃっと流れており、まるで油絵のタッチのようなテクスチャーになっています。もちろんこれは光の移動による効果なのですが、それがあたかもぐにゃっと描いたかのような印象を与えています。そういった海外的な表現にも通ずる部分があるのが気に入っている点です。ただもう少しだけピントの芯が残っていればもっと良くなったかなと思います。この写真は大阪心斎橋で撮ったもの。同様に心斎橋で何枚か撮っています。スローシャッターで撮るときも重要なのは光です。コントラストがどこにできるかを注意深く観察します。そしてそれが移動してできる軌跡をスローシャッターで捉えるようにしています。スローシャッターで追求したいと言っていた絵画的な表現ですが、それをもうフォトショップで全部作り出してしまおうという試みもやっています。
これも数ヶ月前の動画に出しました。1枚の画像をずらしながら重ねていくという手法で19世紀の印象派のようなタッチを再現する試みです。この写真は以前もお見せしましたね。実はこの写真はすでに国際的なフォトコンテストで入賞しています。なので全く僕の独りよがりというわけではなくて、一応それなりにちゃんとした評価を得てますよということをまず言っておきたいです。ただ目標にしていた上位入賞とはいかなかったので、もっと完成度をこれから高めたいと思っています。他にもいくつか作品をご覧ください。雨の雰囲気と相性がいいです。あと、キラキラと輝く水面、木々によって揺れる光といったような、静止画では表現できない光の小さな動きを表現することも可能です。同じ画像をずらしながらレイヤーとして重ねるやり方は、スローシャッターで撮るよりも自由度が高いです。その分、何でもありになってしまうので、そこがちょっとどうかなと思うところもあります。ただ、海外のフォトコンとかを見ていても、こういったカテゴリーの写真を評価してもらえる場はちゃんと用意されていますし、実際自分の中の基準と照らし合わせてみても全然ありだなと思っています。スローシャッターの方もあれはあれで良い面があるので捨てがたいのですが、やっぱり自分のやりたいことを 100% 出せるという意味では、フォトショップで自由に編集するというスタイルが理想です。スローシャッター ICM はもう単純に楽しいです。僕は普段きっちりと構図を決めて撮る人なので、それとのギャップでスローシャッターは新鮮な気持ちになります。撮っている時はあまり手応えを感じないのですが、かえってパソコンで写真を見てみると予想を超えたものが出てきたりするのが楽しいですね。皆さんもチャレンジしてみてください。ということで今日は最近の僕の作品制作についてでした。それではまた。